もそものところでですね、この戦略がまだ夏に決まりますと。未策定の段階で、この予算措置をしなくてはならない、その根拠についてお伺いしたいと思います。つまり現時点においては、この4000億円というお金を使って何を戦略的に達成すべきなのか決まっていないと。で、決まっていないとなると、この4000億円という数値が妥当なのかどうかという判断はかなり、正直我々にとっても難しいなというふうに感じております。戦略との策定と並行して予算措置をしておくことのメリット、自治体が早期にね、準備に取り掛かれるというメリットがあるということは理解をしているんですが、ただその上でお伺いしたいのが、この4000億円という規模の設定が、どのように、なぜ戦略目標がわからない中で4000億円なのか、これどういう積算の考え方で導かれたものなのか、根拠をお示しいただければ幸いでございます。はい、ということで、目標は夏に決めるんだと。今年の夏に詳細な戦略っていうものは考えていく。だから今現時点では人口割っていうところくらいしか考えられる材料がないのであるというようなご答弁をいただいてましたが、そもそもだとするとこの順番がおかしくないかというのが突っ込みしたいなと思ったポイントでございまして、何を達成すべきなのかという戦略を決まっていないけど4000億円必要であり、今予算措置をしなくちゃいけないっていう、この順序って違くないですかと。じゃあなんでこの4000っていう数字が出てきたんですかっていうことを聞いております。まず地域未来戦略の取りまとめは令和8年夏を目途としているものでございますけれども、昨年12月に地域未来戦略の推進を含む地方創生に関する総合戦略が閣議決定されまして、そういう意味で大枠は示されているところでございます。そしてこの大枠に基づきまして、できるものから早急に実現することと、今大きな方針が示されております。令和8年度に自治体に取り組みを開始いただくためには、このタイミングで財源措置をする必要がございますので、令和8年度地方財政計画に地域未来基金費を計上することといたしました。そしてその規模につきましては、普通交付税の算定において標準団体としておりますのが人口170万人の団体でございます。この人口170万人の団体とおおむね同規模の団体であって、そして実際に TSMC の立地等によって産業クラスターの形成が進んでいる熊本県に取り組み実績を伺いまして、4年間で企業の立地支援ですとか周辺のインフラ整備、人材育成、そして環境配慮などに一般財源ベースで80億円程度使用されたということを確認いたしまして、その80億円程度の財源が全国で必要になった場合には4000億円程度のものが必要であろうということで計上額を定めたものでございます。はい、ということでお答えとしてはですね、戦略は決まってないけど大枠は決まっていると。だから考えていることはあるんだということと、なんで4000億円なのかというと、私もですねそれまでのヒアリングとかで何回も聞いてたんですが、あんまり出てきてなくて、今回この場で初めて分かったお答えいただけた根拠だったんですけれども、熊本県で TSMC を誘致したと。これねすごいいい事例なんですよ。いい事例だと思いますし、そこをねベンチマークにするのすごい分かるんですけど、熊本県で80億円かけて TSMC を誘致した。だからそこから逆算すると全国で同じことをするためには4000億円必要であると。ざっくり言うと熊本県が47都道府県のうちの一つでございますけれども、80×50都道府県くらいだとだいたい4000億円になりますが、だいたいそんな感じだと思いますね。この熊本県の TSMC の事例を全国で起こすには4000億円必要なんだっていう考え方がまずここで初めて私は知ったというところで、それに対する答えはこんな感じでやりました。熊本県のケースというのは非常に模範とすべきものでもあると私感じておりますので、そこをベンチマークになされたということは一定理解をいたします。そのベンチマークとしたことは一定理解しますだけでこの瞬間止まっちゃったんですけど、一定理解はできるんですけど、 TSMC は全都道府県には来ないわけですよ。それと同じことを全都道府県でできるかっていうと、僕は結構なかなか難しいと思うんですよね。あと産業クラスターを作るっていうのもいろんな産業の種類があってやり方がある中で、 TSMC を誘致するということをそのまま持ってきて金額規模が決まっていくというのは適切なのだろうかというのは素朴に思いました。
だけどそれはね、その瞬間はそこまで言語化できなかったので、一定理解しますくらいの回答にとどまっちゃったんですけど、まずそこはそんな感じです。で、続いてお話してます。ただ一方で、まだその戦略、大枠は示されているとおっしゃいましたけれども、ただ、詳細がまだ決まっていない段階で4000億円という数値だけが前に出てくると、国民としてはですね、まず金額ありきに見える部分が、どうしてもあると思ってます。で、これ、規模の妥当性というものを事後的にも検証できるように、例えば戦略が夏に決まった後にですね、これやはりその戦略目標を達成するためには、人口割と均等割ではない形の方がよろしいとなるケースもあると思ってまして、これ戦略策定をした後に配分額の見直しを行うような仕組みっていうのは設けるべきなんじゃないかなというふうに思います。この点何か検討されていることがあるかお伺いしたいと思います。さすがにですね、この人口割と均等割で4000億円をガバッと分けますっていうやり方が、戦略が決まった後に、やっぱそうじゃねえだろうってなることってあるんじゃないかと思ってまして、ある時に、じゃあこの額を見直していきますよ、みたいなものがあると、よりその4000億円、配ろう、交付税として配ろうっていうプランにも合意しやすくなるなと思って、提案させていただきました。結果、返答はこんな感じでございます。まず一つに普通交付税の算定スケジュール上の問題がございまして、一定の時点までに算定額を定めなければいけないという要請は、技術的にございますけれども、それ以前にこの地域未来戦略の策定に向けて、各都道府県においても並行して、各地域の産業をどうしていくかということを検討していくということになっております。そうした検討にあたりましては、実際に活用可能な財源についてある程度目処を持った上で、検討を行うことも重要かと考えておりまして、私ども1月の段階で、基本的な考え方と、その考え方を適用した場合の大体の概数についてはですね、各都道府県の方には示させていただいているところでございまして、現在この額を踏まえた検討が各都道府県の方で行われているものだと認識をいたしております。これは回答としては、そんなんでもスケジュールの問題もあるから後から変えるとかは無理だよっていうことをやんわりと言っていただいております。回答こんな感じです。今のお話も考え方としては理解できるものでございますが、やはりその全体のこの構造ですねに関しては今のお話聞いた上でも疑問が残りました。戦略がまだ策定されていない段階で4000億円というものが決まっていて、どういった産業クラスターをどう作るかというところが決まってない中で、人口割と均等割にするというところが進んでいるのはややですね、その考え方が先行している部分があるんじゃないかという懸念を持ちましたが、これしっかりとですね、総務省としても良い取り組みになるように進めていっていただければと思います。こちらで質問を終わりにします。ありがとうございました。はい、ということで、交付税の質問こんな感じで時間が来て終わりになりました。皆さん、どう感じられたかなとは思うんですけれども、もうちょっとね、私も、その瞬間、熊本県のケースがベンチマークになってて4000億円なんだっていうのとかに対してもうちょっといい切り返しをできたらよかったなと思いつつも、この地域未来基金費という、4000億円という結構大きなね、予算なんですけれども、こういう予算っていうものが、こういうふうに決まっているのだというところは、このね、YouTube 見ていただいている方にも知っていただけるといいんじゃないかなと思いました。戦略はまだ策定されていない段階で、4000億という数値は熊本県の事例をもとにガバッと決まっていて、しかも効果検証をしやすい国庫支出金の紐付きのお金というわけではなくて、超交付税交付金という、よりですね、緩いお金としてこれが配られると。この一連の流れは私は結構進め方には疑問を持ちました。皆さんもどう考えられたか、ぜひですね、コメントなどに書いていただけるといいなと思いますし、なんかね、私も質問力をもっと上げたいなという気持ちを持ちましたね。なんかもうちょっと遠い側面な切り返しもできたかもしれないなという反省もありますが、今後引き続き頑張ってまいりたいなと思っております。ということで、今回ですね、地方税と交付税というあんまり身近にないテーマだったと思いますが、こんな感じで考えてやっていたよと。前半、地方税の部分は EBPM というかですね、事前にどういうふうに影響を試算してますか、その影響が実際どうだったかということを検証する予定ですかっていうところをひたすら聞いて、そして後半の地域未来基金に関しては、これがなんでこの4000なのか、なんでこういう配り方なのかっていうところを聞いていたという感じになります。面白いなと思った方はチャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いいたします。ではでは。